おだすこっちこんばんポテトでしょ。ポテトブズやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、シュマイケルに今回100本打ってみたやっていきたいなと思います。ということでね、新しいシュマイケル来ましたよ。能力バケモンみたいな能力してるんですけども、皆さん取りましたか？魅力的ではあるよね。確実に最強ゴールキーパーと言えるっていうね、そういうゴールキーパーが出てきてるってこと自点でだいぶね、魅力的ではあるんですけども、言うてですね、確かに強いんだけども、これでそんなに変わるのかっていうね、ところもあるかなと思いますから、今回はこのシュマイケルに100本打ってきましたよというところで、どう違うのか、どう変わってくるのかっていうところですね。またで前回ノイヤーでやりましたから、このノイヤーとの違い、ここをね、よく見ていきたいなと思います。はい、ということで、検証方法になっていきます。ペナルティエリア手前から今回ですね、打っていきますよという感じで、メッシ、絶好調のメッシを使ってね、やっていきます。で、シュマイケル調子は普通で固定をしてますよという形になっていきます。大体バイタルエリアのとこですかね、ペナルティサークルっていうのかな、ところから、打っていくようなイメージになっていきます。パワーゲージは半分ぐらいですかね。半分前後とかになっちゃうかもしれませんが、それぐらいで打っていきますよという感じです。で、これで100本打ってきて、どうなっていくのか、これをね、見ていきたいなと思います。で、能力としてはこんな感じで、ある程度バランスよく育てながら、チャッチングもちょっとね、高くしていくっていう感じにしてみました。これがどうなっていくのかっていうところですかね。でも能力で見るとね、今までのと比べても、高い部分ありますから、これどうなるかなって感じですかね。今までの数値っていうと、こんな感じになってますよというところで、ノイヤーまで見ていくとね、こんな感じで、前回ノイヤーがね、めちゃめちゃ止めてたなって感じにはなりましたが、ただこの辺に関してはね、ちょっとどうかなと。アップデ前の能力なので、アップデ前の数値なので、そこまで当てにしていいのかなというのはね、前回ノイヤーをやった時には言ったかなと思います。ノイヤーがすごいのか、それとももう仕様がね、基本的に変わったのかみたいなところはね、今日やっていきながら見ていきたいなと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。シュマイケルに100本打ってきましたよというところで一気に見ていきます。最初の何十本かをね、皆さんにはお見せしていきたいなと思います。実際シュマイケル使っててね、そんなに不満を持ったことって基本的にないんですけど、最近だとでもノイヤーがね結構良すぎたんで、ノイヤーを使ってはいるんですけどね、個人的には。でそこがどうかな。ノイヤー使っててもね、全然このシュートに対する対応っていうのは全然悪くないんで、そうですね、ここがどう変わっていったんだろうってとこですかね。はい、見ていただきました。いかがですかね。イメージどうですか？印象としては割とよく弾いてるなーっていう印象もあったんですけどね。はい、というところで、結果早速見ていきましょうか。どうなったのか見ていきましょう。結果、こうなりました。はい、というところで、一番下、ここがシュマイケルになってるんですけども、まさかのノイヤーとここ同じねこんなことありますかって感じなんですけど、たまたまだとは思うんですが、こんな感じになりましたよというところですね。ちょっと細かくいろいろ見ていきたいなとは思うんですが、アップデ前のシュマイケルなんですけども、あんまりね、成績良くなかったといえば良くなかったんですよね。なので、それに比べたらかなりもう劇的に変わったなっていうのが印象的でした。あとね、キャッチングの部分ね、ここがね、前回のシュマイケル、今までのシュマイケルもそうだったんだけど、キャッチングが割と強い印象があったんですけど、今回はね、そんなにキャッチングなかった。その時に比べるとっていう感じですかね。ただノイヤーの時とそんな変わんなかったんで、今むしろ今回とかに関してもキャッチングしづらい環境になったのかもしれないなというのは一つね、ちょっと思ったりはしました。ゴール数に関してはね、同じではあったんですけども、キャッチング若干差があって、セービングも若干差があったよって感じなんですけど、この辺はほぼ誤差でしょうね。5から10ぐらいの差はね、出てもおかしくない検証だとは思うので、この辺はむしろ、同じレベルって言っていいのかなとは思いますかね。ただね、これ能力見ていくと、キャッチングに関してね、ノイヤーはね、5とか違うんですけど、この差だったというとこですよね。これが全部とは言い切れないですけどね、90から95っていうのは、正直そんなにビビたるものの違いなのかなとは思いますかね。やっぱりね、他もそうですね。コラプシングとか、あとはクリアリング、あとはディフレクティング、この辺もね、ビビたるもので、こんな感じの数値の差ではね、そんなには変わんないのかもしれないなと
でむしろこれ100本同じシチュエーションでできるだけ同じシチュエーションで蹴ってこれですから、実際の試合で使っててねどうこうっていうね使用感で判断するのは余計難しいんじゃないかなとは思いましたかね。いずれにしてもですね、シュマイケルとかやっぱ結構止めたなっていう印象はありましたかね。むしろねなんかねシュートじゃないところっていうか、こんなシーンとかこのもう外れちゃったんでゴールキックにしたくてただただ機械的に蹴ったやつを止めちゃうみたいなね、こういうのとかはあったりはしましたね。むしろそこ触んのかよみたいな、それ触んないでくれよみたいな、こっちからしたらみたいなとかあるんですけど、そういうのもあったりとかしましたね。なのでこうやって見るとですね、このシュマイケルもノイアーもそうなんですけど、それなりにこう能力が高いとね止めてくれるような環境になったのかなとはちょっと思いました。なのでアップデ前のねここの数値はねちょっとあんま見比べない方がいいのかなとはちょっと改めて思いましたね。ちょっと全く別人ぐらいの感じになってんのかなとはね。でちょっとこのデータだけ見ててもねしょうがないので最後比べていきたいなと思います。はい、まずこのシーンなんですけどもこっちがノイアーですね。でこっちがシュマイケルというところにはなるんですけど、ちょっとねこれボールの蹴る位置がこことここなんでちょっとだいぶ違っちゃってるんで、ちょっとシュマイケルもこっち行っちゃってるんですけど、注目すべきはですねこの高さ、ボールに対してのこの立ち位置の高さなんですよ。ノイアーとシュマイケルの差があんまりないの分かりますか？ちょっと斜めだからちょっと分かりにくいんだけど、これねほぼほぼ同じ高さのラインに立ってるんですよ。今までだとね多分1メートルぐらいちょっと差があったと思うんですけど、これがねなくなってきてるっていう感じがしてるんですよね。でじゃあこれをちょっと無理くりなんですけど、このボールの位置、この蹴る位置ですね、メッシのボールの蹴る位置をちょっと合わせてみました。はい、それがこちらですね。ボールの位置ちょっと合わせてみました。そうするとほらほぼほぼ立ってる位置同じじゃないですか。守備的ゴールキーパーと攻撃的ゴールキーパーでこれだけもう差がないんですよ。ほぼ同じと言っていいぐらいで、これでちょっとね比べていくとはい、もう同じ、めちゃめちゃ同じ動きだから、シュマイケルとほらもう同じですよ。これセービングの範囲もほぼほぼ変わんないですよね、これね。同じと言っていいでしょう。でデータもね今回はたまたまかもしれませんがほぼほぼ同じようなデータになりましたから、そう考えると今までのアップデートする前の時ですねはシュートへの対応ってものに関しては守備的ゴールキーパーの方がやっぱり1枚上手っていう印象はすごくあったと思うんですけど、これを見る限り、そして今回のデータを見る限りで言うと、ここの差っていうのは限りなくなくなった、ゼロに近くなったんじゃないのかなっていうのはちょっと言えるかなと思いましたね。特に立ち位置が違うかなっていうね感じはしました。特にこう相手がちゃんと攻め込んできた段階でのシュートの場面ね、もちろん相手がビルドアップの途中とかの立ち位置は全然違うんですけど、攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーの立ち位置は全然違うんですけど、こうやって相手がちゃんとね攻め込んできた段階でのシュートする時の立ち位置っていうのはそんなに変わんない。攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーの差がなくなってきてるんじゃないかなというのは一つ言えるかなと思います。いやこれは結構いい収穫なのかなと思いますかね。やっぱ今まではですね、やっぱりシュートセービングに対してのちょっと懸念点があって、攻撃的ゴールキーパーはちょっと使いづらいなっていうのはすごくあったと思うので、そういった意味ではすごくこれはいいんじゃないかなとは思いますかね。ちょっともうちょっといろいろ検証していく中でそこはね確かめていきたいなと思いますが、現状ではそういう風に言えるんじゃないかなと思います。これを機にね全然使ってみてもいいかもしれないですね。個人的にもね今ノイヤー使ってるんですけど、全くシュートセービング問題ないっすね。全く問題ないなと僕的には思っちゃうんですけどね。皆さんもね意見あったら教えてほしいなと思うんですけどね。ということで今日は結論です。シュマイケルもノイヤーも最強とします。はい、ということでねいろいろ見ていただきましたけども、やっぱ今回ね面白かったですね。意外にこの攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーの差がねなくなってきてるっていうところ、普通のシュートに関してはなくなってきてると言っていいんじゃないかなとは思いました。はい、その一方で結構弾くことが多くなったような印象はちょっと受けましたね。たまたまかもしれませんが、またちょっとその辺はねいろいろ見ていきながら判断していきたいなと思います。これはある意味攻撃的ゴールキーパーを使いたかった人にしてはですね割と朗報なんじゃないかなと思います。その上で不意をつくようなミドルシュートを懸念して守備的ゴールキーパーを使うのか、もしくはその裏へのスルーパスをね警戒して攻撃的ゴールキーパーを使うのかみたいなところはいろいろね皆さんの尺度で判断していただければ良いのかなとは思います。個人的にはねこれ見ちゃうとねよりノイヤーを使っていこうかなと思っちゃいましたね。とりあえずノイヤーが結構良くてね、やっぱりパスも含めてなんですけど良くてね
なのでノイアーを置きながらサブにはシュマイケルみたいな感じが一番いいのかなって気はしちゃいましたね。はい、というところでしょうか。皆さんはいかがですかね。この辺はぜひ参考にしてみてください。でこれちょっと今回詳しくあんまやらないんですけど、今回の検証ってゴールキックをカットしたところから、今回を打つっていうような検証になっているんですけど、これねノイアーとこれシュマイケル見てもらうと分かるんですけど、パスをね取られない位置に蹴ってるのがノイアーなんですよ。ここの差、グラパとかのパスの差なんですかね。これまたちょっといろいろ検証していきたいなと思いますので、気になる人はですねぜひ高評価、チャンネル登録して待っていただけると良いかなと思います。ということで今日はねこれで終わりたいなと思いますので、この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談だけして終わりたいなと思います。はい、ここから雑談やっていきます。いや、今回ね、面白かったですね。攻撃的ゴールキーパーと守備的ゴールキーパーの差がなくなってきてると言えるんじゃないかな。確実にね、立ち位置が変わってきてるなっていう気はしましたね。で、改めてね、ちょっとね、体調崩したんですけども、温かいコメントありがとうございました。ちょっとね、ほぼほぼもう大丈夫かなと思います。気を抜くとね、ちょっとたまにこう、ガタガタガタってなっちゃうことがあるんだなっていうの、ちょっと人生で初めてだったんで、ちょっとびっくりしちゃったっていう感じでしたね。はい、というところで、でも、また、ここからね、ぼちぼち開けていきたいなと思いますので、どうぞ温かく見合わせていただければなと思います。ということで、またね、よろしくお願いいたします。ということで、皆さんもね、体調に気をつけてください。じゃあまた。はい、というわけでいかがだったでしょうか。皆さんこの実家どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想くれも等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。4万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はね、シュマイケルについてやってきました。攻撃でゴールキーパーとのね、差もね、なくなってきてるってことが分かってきたんで良かったかなと思います。またちょっとね、いろいろやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。